船長、よく来てくれました。まだ軽度の災害で済んでいます。フェールセーフ。ここに降下したアノマリーについて教えてくれ。正体が何であれ、そのせいでベックスが変化してる。変化を嫌うはずなのに、それが心配なんだよ。外部のデータアレイに再接続していただければ、さらに詳しく分析することができます。できれば自分でそうしたいけど、このオンボロ船に住んでるからね。今はな、ここが片付いたらオシリスがサプライズを用意している。サプライズだなんてワクワクしますね。意欲が湧いてきました。では取り掛かりましょう。調査任務は完了しました。墜落時のデータを分析中です。結果は喜んで共有させていただきます。サプライズが何なのか聞いてからね。持ちつ持たれつ、我々をここまで導いてくれて大いに助かった。そこでオシリスがヘルムに中継装置を用意している。お前を惑星アドバイザーとして招待しよう。もう一度喜びを味わいたくて動力源を転送中。完了しました。やったー。それじゃヘルムでね、隣人さん方。バンネットのデータベースと同期して重大な出来事を見逃していないか確認します。まさかユルドレン王子の蘇生オシリスに扮したサバスン、女帝カイアトルとの同盟。海賊？ラスプンチンの死？海王星の発見？第15の願い？ステーシス？ストランド？釣り？解雇すべき点がたくさんあります。ネッススに戻り、ベックスの異変に関する情報を集めてください。私は新たなデータ処理に専念できますから。そっちは任せたよ。戻ってくれて嬉しいです、船長。あなたがネッススから集めたデータを調べていて、私がお役に立てる方法を見つけました。私はもう見捨てられないでしょう。惑星全土から取った生存能力のあるレディオラリアを分析し、ベックスの行動が地域的か、それともさらに深刻な問題なのかがわかります。ただ、私があなたを適切な場所へ案内するには、指揮官への一時的昇格の許可が必要となるのですが、私のパラメーターに黙認が含まれているので実行しました。頼むよ船長、たまには私に指揮を取らせて。いい冒険になるはず。あと言っておきたいんだけど、またチームの一員になれて嬉しいよ。あんたやヴァンガードに協力できることとかさ、マジで最高。人の役に立つのが好きなんだよね。そうすると自分がそうプログラミングされてるんだ。だから嬉しそうに聞こえなくてもワクワクしてるってこと。夢中だからね。とにかく準備できたら。ダメだ、フィルターが機能しないや。このまま行こう。ねえ船長、セイントは大丈夫なのかな。なんかコンダクターの言葉にだいぶ囚われてそうな感じがしたんだけど。あのセイントがあんなに動揺するなんて、いつも強気だし、何か問題があっても笑ってやり過ごすような気がしてた。ですが彼はきっと大丈夫です。あなたやオシリス、イコラにヴァンガードのみんなも彼にはいますからね。多くの仲間がいたら悲しんでいられません。そうでしょ。私はネッススから得られたサンプルの処理を続けますね。コンダクターがセイントに危害を加えたため、私は思いやりプロトコルを無効にしました。必ず見つけ出し、報いを受けさせるのです。船長、イコラから指令の残響について聞きました。私たち AI は常に断ることのできない指令を受けますが、
この問題も理屈では理解できる。ネッススから回収されたレディオラリアのサンプル処理を完了しました。異常の形跡はありません。それはとても残念だな。サンプルを安楽死させようとした時、レディオラリアにナノマシンを混ぜたものを惑星に戻してはどうかというアイデアが浮かびました。ナノマシンはバラバラになるだろうけど、しばらくは追跡できる。そしたら何が起こっているのかわかるかも。準備ができたら教えてください。私は喜んで協力します。冗談だ。協力はするが。船長、あなたからいただいた最新の研究サンプルを分析中です。なんとカエルでした。厳密にはベックスの傍らで発達したネッススの原生両生類の一種だけど、でもまあカエルみたいなもんだよ。気に入りました。もちろんまだ彼のことはよく知らないけど、好感は持てそう。やっと私の育成サブルーチンを起動する日が来たね。名前が必要ですね。私の最初の指揮官だったジェイコブソン船長に敬意を表して、このカエルはジェイコブソン船長と名付けます。ご心配なく。船長って肩書きだけです。何の権限もありません。気分が晴れました。イコラからコンダクターの居場所を突き止める私の仮説に対する返答があった後だったので、彼女は愕然として苦痛を感じているようでした。このことは他言無用と言われました。ですから誰にも話しません。カエルのことありがとう。こんにちは船長。今日は興味深い形事上学的な課題があります。私の理解が正しければ、かつてオシリスはベックスのシミュレーションからかのセイントを救いました。そこから矛盾が生じました。セイントは今私たちと共に生きていますが、ベックスネットワーク内では死んでいるのです。亡くなったセイントのデータバンクには、コンダクターの居場所を突き止めるのに利用できそうな情報が満載です。だけど問題は、セイントがもう一人の自分の記憶をダウンロードしなきゃいけないってこと。長年の苦しみとか自らの死の記憶も。それって最悪だよね。最近のセイントはあまりいい状態じゃないし。ですがコンダクターは見つけなければいけません。セイントなら分かってくれるでしょう。だよね。マヤ・サンダレシュからの通信は受け取った？私たちの黄金時代を見つけるってどういうこと？黄金時代の AI である私からすると、マヤの現在の行動と当時の理想郷の間にはほとんど接点がないように思えます。平和だったんだよ。星に注目してたけど、こっちは征服する気なんてさらさらなかった。ただの探検家、科学者、冒険家って感じ。未知の世界に手を伸ばしたのは、支配するためでも命令されたからでもない。ただ希望があったから。大昔の話だけど、あの時の気持ちは一生忘れることはない。なのにマヤからそんな通信は来ていません。船長が最後に対峙した現場周辺のベックスのセキュリティを無効にしました。座標の準備はできています。マヤを見つけたら、私が彼女の考えを全否定していると伝えてから彼女をぶっ潰してください。船長、いただいたレーザーコアではレーザーは撃てません。放たれるのはコードです。馬鹿げた話に聞こえるだろうけど、聞いて。生体の標的に対しては加熱状態によって脱原子化が起こる。レーザーのように。ですが厳密にはレーザーではありません。ただそれ用に調整されたレンズがあれば、ベックスのレシーバーに直接ウイルスコードを打つことができる。ヘルムのフレームで何ができるか見てみるよ。こんにちは船長。あなたが生きていてくれて嬉しいです。惑星をスキャンし、ネッスス内のベックスの機械は停止していることが分かりました。マヤはチオマの真実を知り、自らの判断に疑問を感じて支配計画を止めたのかもしれません。
それかセイントとイコラに胴体のメッキを吹き飛ばされて気が変わったのかもね。どちらにせよ彼女はベックスネットワーク内へと消えました。私はネッススの監視を続けますが、まずは任務の成功を祝いましょう。まあ少なくともあんたたちは祝えるじゃん。せっかくまたクルーの一員になれたのにもう終わり。さよならは好きじゃない。まあもっと悲しくなるかと思ってたんだけど、いつもなら一人になると明かりまで消されちゃったみたいでさ、とっても暗いんだ。でも今はまだ少し明るさが残っていると思う。それはあんたでもセイントでもジェイコブソン船長の明かりでもなくて、多分私自分で多分なんとかやっていけるかもしれない。またね船長、いろいろありがとう。